号がない。身分証明書も住所もない。かつての SNS も人間関係も何もかも手放す羽目になった。人脈、お金、ない。手元にあるのは3万円。さあ、あなたはどうすれば生き残れる？ Hello everyone! I'm Egwen, the homeless idol. ホームレスアイドルエグエンです。一般的に携帯を契約するのって住所とか身分証明書が必要ですよね。ホームレスになった時点で連絡とか通信とかウェブを見ることすらも不可能なんじゃって絶望してしまいそうになりますが、そんなことはない。一般的な方法に無理なら方法を探しましょう。例外のないルールはないんです。ていてい。この動画は私エグエンが必要に迫られて通信手段を得るために模索した実体験から得たことです。身分証、住所、スマホ、電話番号、お金、どれもほぼない状態からスタートしました。つまり、机上の空論ではありません。2020年の7月くらいに実践したものですので、現在各サービスの仕様に変更があっても責任は取りません。実際私がこの方法で電話も SNS もウェブの閲覧もしていましたというレポートです。知らないままでいられた方が幸せなことでも知って損するとは限りませんよ。現代の都会で一番恐れるべきことは情報から孤立することだと思います。もし目の前に助けがあっても情報がなければそれが助けだとわからなかったりするものですから。というわけで1番目、中古でスマホを買ってこよう。通信できるデバイスがなければ話が始まりません。まずは1万円持って秋葉原へ行こう。こんな風にね、秋葉の裏路地を巡ると楽しいですよーなんてね。秋葉原は昔に比べて綺麗になってしまったと聞きますが、まだまだワクワクする街だなーって思います。中古スマホを扱っているショップを数軒巡って、SIM フリー、数世代型落ちしている中古のランク C のスマホあたりをチェックしてください。私は iPhone7 の中古 C ランクを買いました。私が買ったのは7500円くらいだったかな。ランク A、ランク B の品は状態がいいので高いです。なので無視します。で、ここでのポイントはランクが下がっている理由が電池がへたっていることであるというところなんですね。本体には全く問題ないけど電池はもうダメというのはそれで1万円以下ならよし買いみたいな感じでスマホゲット。同時にモバイルバッテリーとケーブルを買いました。両方買っても2000円しないくらい。街中にはフリー Wi-Fi が飛び交っています。一番使いやすいのはやはり制限のないネットカフェの Wi-Fi だったりしますけれども、飲食店の Wi-Fi はね、制限時間が来ると一旦切れたりするので初期設定するにはちょっと向きません。マクドナルドのフリー Wi-Fi は1時間で1回切れたんですけれども、スカイラーググループの Wi-Fi 優秀でしたね。もちろん途中で時間が来て切れることもあったんですけども、すっごくつながりやすかったです。スカイラークさんありがとう。で、スマホを買った後の初期設定的にはやっぱりねカフェに行くのがいいでしょう。バッテリーも満タンにしておきます。へたっているスマホの電池は最初から当てにせずバッテリーをつなぎながら使うことを前提にするんです。これで1万円ちょっとでスマホを使えるようになりました。電池は後々余裕ができた時に交換するなりなんなりするということを覚えておきましょう。この時点でブラウザは使えるようになったので情報を得ることはできるようになりました。炊き出し情報も得られるし、あとは助けが欲しければ助けを求める電話番号も得られるし、あと安いねカフェがどこかっていうのキャンペーンやってるのがいつかとかは読めないのでそういうのも調べたりできます。あと月額料金のあるネカフェがどこかとかそういうのも調べますでもやっぱり誰かと連絡取りたいですよね。インスタとか LINE とか電話とかそういうツールが使いたくなります。というわけで2番目は連絡系のアプリを使えるようにしようということです。で、
だいたいこういう連絡手段系のアプリを使うには、SMS 認証が必要になります。で、電話番号を入れて、ポーンと。カカオトークでも ICQ でも SMS か電話認証が必要です。メールアドレスは Gmail などを取得しますが、SMS 認証が必要な場合があるのと、一つの電話番号で取れるアドレスの個数には限度があります。メールアドレスを取得するのにメールアドレスが必要なんてことも、国外のオープンソース系メールサービスなどを先に取得すると、いろいろ取りやすくなります。SMS 認証は通常 SIM が刺さっていないと自分の番号がないのでできません。海外旅行者向けのトラベル SIM を買ってくるとかいう方法が使える気がするんですけど、私は使ってないのでちょっとわかりません。空港まで行かないと種類があんまり売ってないし、何よりすごく高いんですよ。だからお金で解決できるほどお金持ってるならそもそも困ってないって思ってスルーしました。トラベル SIM を使ったことのある方とか、どんな感じだったか教えていただけると面白いなって思います。だから次に当たったのは、電話番号を借りられる系のアプリです。NEXT Plus をインストールします。これはアプリ内課金はあるんですが、無料でも使えるので、最初に試すのにちょうどいい感じでした。で、これでどこの国のものかわからない感じの電話番号がSMS も含めて使えるようになります。でも、試してみたところ、ほとんどのアプリでこの NEXT Plus の番号は認証に使えませんでした。当時はシグナルっていうアプリだけは使えた、認証を取ったんですけれども、LINE とかでは弾かれてしまいました。残念。で、次に当たったのが、どこかの国の電話番号を15分間だけレンタルできるサービス。これなんて読むの？verify。15分間レンタルしている間にアプリの認証を済ませればいいので、いろいろ使えそうですよね。で、こちらはウェブサイト今もあったんですけれども、現在のサービス内容についてはちょっとわからないです。当時の記憶で語ります。有料のサービスなんですが、1回200円しないくらいでした。で、ただし、ペイパルかクレジットカードしか使えなかった、支払いできなかったと思います。その時私はペイパルアカウントを作って支払おうとしたんですけれども、で、ペイパルも通常 SMS 認証しないとアカウント作れないんですよ。で、どうしようって思って試行錯誤っていうかガチャガチャガチャってやってるうちに、アメリカかどっかのサーバーを経由して、で、使う直前にアカウントを作れば SMS 認証いらないってことに気づいて、それでペイパルアカウントを作りました。はい、作れました。でもそのアカウントは現在は使ってはいませんよ。そして問題なのが、どうやってペイパルアカウントにチャージするかです。もちろんクレジットカードなんてありませんよ。で、コンビニで V プリカというプリペイド式のクレジットカードを買ってきます。で、そうするとチャージできます。V プリカはクレカと同じように使えるサービスも多い感じのプリペイドカードなんですけれども、でもあくまでプリペイドなので受け付けないところもあるらしいです。でもこの時はチャージできました。で、この15分間レンタルですが、レンタルするたびに別の番号を借りることになります。必ず使える番号が出てくるってわけじゃなくって、何回かやってみて、で、そのうちのどれかが使えるみたいな感じです。で、私はこの方法で、LINE と Skype と Twitter の認証を通すことができました。SNS まで使えるようになると世界が広がりますね。注意したいのは、もう一回同じ番号を借りようとしてもできません。自分で番号を選べるわけではないので、つまりここで認証を通してもう一度認証を求められたら使えなくなる、そのアプリは、ということです。だからこれは全部緊急時に精一杯やった結果でしかありません。普通の方法で使えるようにするのが一番だと思います。
後にちゃんと SIM を契約して改めて認証するなりアカウント取得なりを目指しましょう。私は運が良くてこうやって生き残ってるので、今、音声通話できる SIM 付きのスマホをちゃんと持ってますし、でこの時作ったアカウント、このお話の中で出てきたアカウントは今一切使ってません。長くなってきたので、続きはパート2をお楽しみにね。これらはあくまで2020年にやり方を模索した記録です。真似をすることで不具合が起きても、こちらは責任を負いかねます。またこれらの試行錯誤した経緯に、悪用の意図は全くありません。それではまた会いましょう。See you soon! バイバーイ